おはようございます皆さん。今日はね、久しぶりの朝ここになりますよ。皆さん、1週間ぶりに起きてくださいね。まだ寝ている人がねいるようなのでね、ちょっと朝ここが休みというのをね発表されてからコールドスリープに入った人もね起きてくださいね。皆さん、今日も朝ここは元気に6時から放送をいたしますよ。それではね、ニュースを見ていきましょうか。今日もねいろんなニュースが入っているということですから、今日は頭の上でいつものようにガタガタ騒いでいるのがこちら視聴者コメンタイルの皆さんです。ガタガタ言ってますね。もうガッタガタですね。言葉を失っているようですね。今日はねちょっと1週間ぶりというのもありますので、いろんなニュースがありますけど、まずこちらですね。ちょっと簡単にお祝いをさせてください。登録者ですね。私のチャンネルの登録者37万人、ありがとうございます皆さん。とっても嬉しいです。みんなガタガタしすぎでしょ。ガタガタ頭の上でガタガタしてんじゃないよ全く。今日ね37万人もの人にキリュウココというドラゴンを知ってもらえてとっても嬉しいです。ありがとうございます皆さん。これからも応援してくださいね。そして何よりも嬉しいのがこちら、ホロライブのこちらですね、1期生の先輩方、本日2周年を迎えましたよ皆さん。これはちょっともう拍手ですね。これ本当におめでたいです。ホロライブのね先輩方、ホロライブの土台を皆さんで築き上げてきてくれました。こちらの先輩方ですね。本当に2周年、ちょっと待って、めっちゃ自信、大丈夫ですね。ちょっとね床がゴトゴト揺れましたけど、皆さん大丈夫ですか？大丈夫ですかね？大丈夫かな？みんな安全ですか？大丈夫ですね。このライブのね1期生の先輩方が本日2周年を迎えましたから、皆さんねこれちょっとお祝いムードにね包まれているホロライブでございます。もうね朝ここライブをね地球が喜んでいるということですね。ガタガタ震えてんだな地面もよ。やっぱちょっと皆さんがガタガタするから自信やめなさいよ全く。ちょっとねこのやっぱり朝ここライブを見た人間どもがねガタガタ震えてしまったということですね。実はですねこちら運営のディスコードによりますと、本日記念のね枠があるということですから、こちら秋ロゼ氏、そしてナツイロ祭り先輩の本日記念の枠があるということですからね、カウントダウンなどもありましたが、今日はね皆さんぜひお祝いの枠でおめでとうのコメントをしに行っていただきたいと思います。おめでとうございます先輩方、非常にめでたいです。何ですかこのめでたい空気の中、なんと気象蛇行速報です。なんとですね先日行われましたこちらの配信でですね、こちら狼宮パイセンによる歌配信、もうすぐ24万人のカウントダウンをするという、ちなみにね24万人を迎えられましたのでおめでとうございます。もう祝い事ばっかりですよ。ということでね、こちらの歌配信が
行われたわけなんですが、こちらですね、もうすぐ24万人ということで、22時から24曲を歌い切るという耐久の歌枠だったわけなんですけれども、なんとですね、こちら映像を見てもらった方が早いということですね。ちょっとこちら映像が入っていますね。時間間違えてたみたいですね。1時間早く始めてしまったみたいなんですけど、どうしよう。やるべきかやらざるべきか、22時からにした方がいいか。待って。これまさかのフライングかましてしまいましたね。なんと予定の時間よりも1時間早くまさかの配信開始してしまったようなんですが、これはさすがに皆さんの意見はフライングかわいい、逆よりはいい、そうですよね。もちろんね、10分前行動などという言葉があるように、前に行動するというのは皆さん素晴らしいことですからね。遅れるぐらいだったら早くということなんですが、実はですね、こちらの三好28日にはね、ちょっと丸1日早い予定をね出してしまいまして、ちょっとタイムリープをねまたしていたようなんですね。これ28日に、29日のね今日の予定ということで29日のね予定を出し、これに関してはもう丸1日前にね飛び出てますね。皆さんの意見は時をかけるみよん、1日前行動、これエリートですね。1日前行動はさすがにここもぶっこ抜かれてて草やっぱ草ですね。これに関してはね、しっかり前もっての行動ができているということで、時かけみようということなのではないでしょうか。非常に素晴らしいと思います。ホロライブの黒幕と言われているだけありますね。それでは次のニュースです。さらにクソザコが入っているようですね。一体これはなんと先日ホロライブの公式チャンネルで公開されました。こちらのアイドルが朝までそれ正解したらまさかの告白に全員ドン引きという、こちらの〇〇〇好きというねホロライブの公式チャンネルで動画としてね投稿されました。こちらの企画なのですが、実はこちらなぜかですね、こちらですね、広告が制限付きになってしまっていることが発覚いたしましたんですね。こちらですね、でも広告の制限付きというのは私のね鎖国ライブでも過去に何度も放送しましたけど、よくなることなんですよ。 AI が勝手にこれちょっとこれダメだよ、この放送広告なんて流せないよという感じで制限付きにしてくるんですね。この際には普通にこの制限付きをクリックしまして、普通に異議申し立て、別に変な配信してないですよって異議申し立てをしますと、人間がチェックをしまして、そんで大丈夫ですよという感じで収益化できるんですけれども、なんとこちら異議申し立てをしたところ、こちら手動の審査で当たると認定されてしまったんですね。これクソザコですね。
ならないようですね。ちなみに YouTube により一度でも手動で審査で確定してしまったものはもう覆すことができないというルールが実はありまして、もうこの動画に関してはもう一生アダルトということで変化はないということが分かっていますね。皆さんの意見は？中指が立ってますね。くしゃー。まあこれちょっと理由が不明なんですけれども、こちらたくさんのメンバーが出演しておりまして、ちょっとアヘ顔の神と、性的満足の方もいらっしゃいますので、それが原因だったんですかね。ちょっと原因はわからないですね。これに対し有識者はまず真摯に公式の依頼はないのか、そもそもですね、ちょっとこちらのホロライブの公式の動画などでいろいろ企画などですね、いろいろ投稿されているのですけども、それに私が呼ばれた試しが一度もないというのが有識者推士にはやっぱり気になっているようですね。ちょっと私声をかけられたことないんですけどね。なんか他の4期生はもう全員出てるんですけども、私声もかけられたことないんですけど、これどういうこれ出ませんかの出の字も出たことないんですけど、ちょっとおいこれ闇だよ闇。ちょっとダメこんなの。こうもう次のニュース行きましょうか。次のニュースです。なんとですね、アーク速報が入りました。なんとついにですね、アークのアベレーション、現在行っているアベレーションというマップのラスボスを討伐したんですね。こちらね、アキロゼパイセン、キリュウココシ、サクラミコシ、そしてヤズキチョコシ、チョコ先生により4人で行われたこちらの討伐劇。いろいろあったんですよね、こちらの配信。なんとまずですね、チョコ先生が寝坊、そしてミコパイセン3回連続のバンバンバン。これはちょっと意味わかんなかったですね。そしてさらにボスステージに行くための転送装置があるんですけども、ムキロゼパイセンがですね、一人だけなぜか転送されず、代わりにゴリラが転送されてしまったという事態があり、なんとムキロゼ先輩ボスステージに行くための転送装置のいたずらによりボスステージに行けないということがね、3人で戦うということが起きてしまったりですね。これはね、もうお留守弁何うまくいったんじゃない。そのようなことが起きてしまったんですよね。ちょっとね、確かにこれ見た感じ、どっちを転送していいかは、確かに分かんないですよね。転送装置もこの下半身ヌードのおじさんか、下半身全身ヌードのゴリラさんか、もうどっちを転送しようか迷って、2択で間違えるというのは、人間なら誰でもあることだと思われますね。ですが皆さん、無事にね、最終的には倒すことができましたので、これはね、ついに新しい世界へということで、次の世界はこれ CM ですね。いっせーのでイエーイ。マジゲームやってるというか、やめてよ、ペコーラに関わらないでよ。せーのでのどこ行くのか連れて行くねんね、そうでしょ。ちょっとナポレオンごっこしようかな。見たことないこんな光景。よし、それダメ。やめ。痛い。白黒。
発病でやる気が出なくて。なんだ、そんなことならね。それはやる気のない人がいつでも決まれるクソダコ T じゃい。でもメンバーの分は。この音。まあこれはもう豪華でしたね。というわけで皆さん、まずこれちょっと言いたいことがみんなたくさんあると思うんですけど、まずですね、アークの新しいマップは6月の初めに出てくるとされるアーククリスタルアイルズということになりました。なのでですね、こちらまだ公式から配信をされていないので、しかも配信をすると言った日に公式がね送れなかったのはジェネシスだけ。ジェネシスも4ヶ月ぐらい遅れてるんですけど、ちょっと来るか分かんないんでちょっと不安なんですけど、おそらく大丈夫だろうと見込みまして、新しいマップはこちらに発表させていただきました。そしてその後ですね、リアルアケタボーイズさんたちの水揚げ提供ありがとうございます。さすがね、このライブにねどっぷり使っているねやばい人たちなだけありますね。ちょっとガンギマリ赤おじさんもいましたけど、ウェッターリスおじさんもいましたけど、あの人はちょっとね決まりすぎちゃってるんでね、いずれみんなこれ出てくんじゃないかって予想したのではないでしょうか。それでは次のニュースです。P たち1週間の休暇を満喫。なんと朝ここ P 氏わたうた P 氏が1週間の休暇を満喫をしていたようですね。こちら本日ね1週間ぶりの配信、こちらが朝ここ、そしてわたうたとなりますね。これは皆さん気になっていると思うのですが、こちら結果ですね。一体朝ここを1週間休んだ、つまり朝ここをやっていない期間というのが私の活動、私の全ての活動を通して朝ここをやっていない期間は先週の1週間だけというのが現在の状況なのですけど、こちらのね朝ここの影響、そして朝ここがなかったことによるどんな変化があったのかというのは、これねやっぱ朝ここの役割っていうのがね明らかになっていくのではないかと思うので、これに関してはね分析学専攻をしています
こちらのクソ問題マネージャー分析中のね私のマネージャー氏にね説明をしていただきたいと思います。説明をいただきます前にこのおもんない分析中のマネージャーがちょっと先週1週間ねディスコードって私たちの連絡を取るアプリなんですけど、そのアプリの名前のところをですね面白マネージャーとかいうので変えて、一人で1週間ダダ滑りし続けていたということだけは皆さんに教えておきます。これね、今日の朝編集している時にスクショを撮ろうと思ったんですよ。そしたらね普通に自分の名前に戻ってたんですよ。消しやがったと思ってスクショ撮れなかったんですよ。悔しい。というわけでこのおもんない分析中のマネージャー氏の分析の信憑性は、この程度だということを皆さんにまず分かっておいていただきたい。そしてこちらがこのおもんないマネージャー氏による分析です。先週と今週について結論、朝ここをやめるとチャンネル登録者増加数と平均視聴回数が 20% 下がる。なるほど。朝ここはね強いということですかね。力があるということでいいんですかね。そして収益は朝ここをやめた方が高い可能性が考えられる。バカ野郎朝ここバカにしてないよ全く。朝ここをやめることで配信回数がこんなことでガタガタ言ってるって感じなんですけども、このような結果がねでもしっかり分析してますよね。ガチ分析ですから、これは悪口でもなんでもなく普通にね分析ですね。ただの分析。いろいろこの後もグダグダ言ってたんですけども、私にね実は一番刺さった言葉というのがこちらになります。周りやファンの人の顔色を見ながら配信するくらいであればやりたいことだけやった方がマシですね。なんかグダグダ言いながらもマネージャーしこれを私に声をかけてくれたんですよ。そしてですね、こちら私の心に刺さっちゃいましたね。これってつまり運営の顔色を伺う必要はもうないっていうことですよね。今までの注意されてたこととか、あれは言うな、これは朝ここでやるなとか、もういろいろ言われて私めんどくさいなと思ってたんですけどそんなこと思ってないですけど思ってたんですけど思ってないんですけどそういうのも全部忘れて好きにしていいってことなんですかね。いいっていうことですかね。やったー、そういうことですかね。これも朝ここ好きにやらせていただきたいと思いますね。マネージャーありがとう。責任は全て取ってください。というわけでね、有識者によると水死が突然消えたら察してほしい。クビになったらね大丈夫やろ。そうクビなんかならんやろこのライブということでね、突然もしね抹殺されたらみんな察してほしいな。察するやろ。みんな視聴者の皆さん賢い頭良すぎですから察するやろ。というわけでねですかね、これよりやっぱりね気になった結果がですよ、皆さんの反応ですよね。中毒者たちの禁断症状が Twitter 上であまりにも大量に出てしまった影響で、皆さんこっちらやばいですよね。ちょっともう皆さんと限界ですよこれ。みんな何か見えちゃってましたからね。このように自覚のない禁断症状患者が増加をしました結果、なんと月曜日から金曜日までなぜかやってもいねえ朝ここライブがトレンド入り。こちら先週ですね、朝ここライブ月曜日から金曜日やってなかったんですけど、ちょっとなんか朝ここライブトレンド入っちゃってたんですよね。しかもこれついにですね、もうちょっと末期症状の患者がちょっとニセココライブっていうね、もう自給自足始めちゃって
したんですよね。シャブコンブ先生もね、モザイク、もうモザイクは、シャブコンブ先生、モザイクかけないでよかったかなって後で思ったんですけど、まあちょっとね、このような感じでね、あまりにもクオリティが高いニセココライブをね、作り上げる人までいたようですね。ちょっと私個人的にはこの方ね、朝ココ編集にスカウトしたいんですけど、クオリティ高いのでちょっと手伝っていただきたいと思うくらいなんですけども、そのレベルでね、ちょっとね、中毒者が現れてしまったようなんですね。これと同時にね、ちょっと朝ココライブ1週間休みってことは、キルココちゃん大丈夫なのかな、もう朝ココをやらないんじゃないのかな、などとね、心配する声もいただきました。皆さん、心配させちゃったりしたのかな、ごめんなさいね。でもね、私もね、マネージャーもああ言ってくれましたから、今度からね、もう気軽な気持ちで、結構ね、ちょっと運営からもいろいろなんか期待されたり、禁止されたり、いろいろ言論統制されたりして、ってなっていたこともあったりなかったりしたんですけども、今度から軽率にね、あそこコライブは軽率にやっていきたいと思います。なので、ネタがない時は軽率に休んだりとかもこれからはしちゃいたいと思いますのでね、皆さんお気軽にあそこコライブに付き合っていただきたいと思います。やっぱね、ネタがない時にネタを絞り出そうとしていた私が悪いね。無駄だよね、あれ無駄。ないもんはないんだよっつってぶち切れてね、放送5秒で終わらせたりとかしてもいいんじゃないかな。というわけで、今日は皆さん、今日の最後の天気に行きましょう。吸っちゃってますね、これ吸うタイプ吸っちゃってますね。画力上がっちゃってますね。もう天気全くないですね。というわけで、今日のアークサーバーのパスワードはここです。アークサーバーはホロライブのホロサバが新しくなったら新しく一緒になりますからね。皆さん今日は見てくれてちょっと長くなっちまったな。ありがとうございました。そしておはようございました。Tail blood.